こんにちは。本日は鎌倉と江ノ島を散策していきます。よろしくお願いいたします。今は JR 鎌倉駅のホーム上におります。鎌倉駅には東京駅から約1時間、羽田空港からも約1時間で着きます。東口から改札を出て、まずは鶴岡八幡宮を目指します。改札の左手にある鳥居をくぐって小町通りを歩いていきます。JR 鎌倉駅の駅舎は旧駅舎のデザインを踏襲しており、歴史を感じさせる外観です。東口駅前にはバスターミナルが整備されており、近隣の藤沢、葉山、逗子や羽田空港、大阪難波行きの高速バスもあります。大きい鳥居をくぐると、飲食店やお土産屋さんが軒を連ねております。平日の10時頃なので人通りは多くありません。屋台も美味しそうな匂いについ誘われてしまいます。駅から約10分ほど歩いて鶴岡八幡宮前に到着いたしました。目の前の鳥居は三の鳥居と呼ばれ、鶴岡八幡宮の境内への入り口となっています。鳥居をくぐると目の前には3つの橋があります。中央の橋は通ることができず、左右両側の橋を渡っていきます。中央の橋は太鼓橋と呼ばれています。もともとは朱塗りの板橋でしたが、関東大震災で全壊してしまい、昭和2年に現在のコンクリート製の橋が作られました。石畳の参道を通って鶴岡八幡宮の本宮に向かいます。参道の途中には数軒の屋台があります。いちご飴など祭りの屋台で定番のものが売られています。手水屋で体を清めます。これをもう一回はい、綺麗になりました。手水屋で体を清めて参道を進むと武殿が見えてきました。武殿は静御前が義経を慕い心を込めて割った若宮回廊跡に入っています。現在は祭りや多くの結婚式が執り行われています。武殿の隣には太い綱の中をくぐる地払い所もあります。大石段を登って本宮に向かいます。大石段はすべてで61段で、思った以上に足に疲労がたまります。大石段を登りきり、後ろを振り返ると鎌倉市内から続く参道を一望できます。本宮を参拝してきました。本宮内では神田祭が執り行われて、厳かな雰囲気に包まれていました。次に本宮の隣にある丸山稲荷社に参りました。丸山稲荷社は鶴岡八幡宮の中で最も古い神社で、神道における稲、農耕、繁栄の神である稲荷様が祀られています。現在、丸山稲荷社の建物は国の重要文化財に指定されています。大石段を降りて若宮に向かいます。石段の段差は大きいので注意して下っていきます。学土指標がありました。ちなみに私は翻訳でありませんでした。おみくじがあったので引いていきます。ちなみにおみくじの見た目は可愛いですが、
両者が大凶が出ることで有名です。おみくじを引いたので、早速中身を見ていきます。中には可愛い鳩のキーホルダーとくじが入っています。ちなみにくじは末吉でした。くじの内容は願望に関して人の思わぬ助けにより十分叶うとありました。くじを見終わった後、警備員の方から石段から降りるように言われました。何事かと少し待っていると、本宮での神嘗祭の儀式が終わり、神主の方々が大石段を降りてきました。コツコツという足音が印象に残ります。若宮でのご祈祷を終えた後、神主の方々は社務所にお戻りになりました。お腹が空いてきたので、鶴岡八幡宮を後にして昼食を食べたいと思います。鶴岡八幡宮の入り口に戻ってまいりました。炎のように枝が上を向いており、非常に印象に残ります。三の鳥居から続く参道を歩いていきます。道の左右には美味しそうな飲食店やお土産屋さんが軒を連ねています。昼食に選んだ店はキャラウェイというカレー屋さんです。開店30分前にしてすでに10人ほど並んでおります。建物の外観は非常にレトロな雰囲気が漂っております。カレーのお値段も730円からで非常に良心的です。すでに20人ほど並んでいたためか、開店時間の20分前に開店となりました。席には福神漬けなど4種類の漬物が置かれています。店内も非常にレトロな雰囲気が漂います。注文したホタテカレーが席に来ました。ご飯の量が非常に多く、普通盛りで 550g あります。女性や子供は小盛りでちょうどいいかもしれません。ホタテは身がほぐされてカレーの中に入っております。ホタテの身が惜しみなく入っているのがたまりません。甘みのあるカレーとホタテの風味が合わさり、非常に美味しいです。漬物も4種類あるので、適当に味を変えながらカレーを楽しめます。ご飯が 550g ありましたが、カレーが非常に美味しく、あっという間に食べ終わりました。ごちそうさまでした。お店を出た後も列は途絶えていませんでした。近くに寄った際はぜひ食べてみてください。再び参道に沿って歩いていきます。参道を歩いていると鳩サブレーで有名な豊島屋の本店がありました。そのまま歩いて鎌倉駅東口前に着きました。これから江ノ島電鉄に乗って江ノ島に向かいます。江ノ島電鉄の駅舎は反対側にあるので、地下道をくぐって反対側に行きます。鎌倉駅の西口側に参りました。奥の方に江ノ電乗り場があります。ホームで5分ほど待つと電車がやってきました。レトロな雰囲気が漂う300系電車です。時間通りに鎌倉駅を出発しまして、七里ヶ浜駅に向かいます。江ノ島電鉄は単線のため、駅にて対向列車と待ち合わせをいたします。
尻ヶ浜駅に着いたので電車を降ります。海の方向に向かって歩いていきます。駅から約3分歩いて七里ヶ浜に着きました。駅も非常によく、綺麗な太平洋を眺めることができます。砂浜沿いを歩いていきます。心地よい波の音に心も癒されます。夏も過ぎ、砂浜にいる人は少なく、主に釣り人かサーフィンをやる方々がいました。砂浜の色に同化している小さい海岸を見つけました。逃げられました。江ノ電の電車が通過していきましたが、いかに海岸線の近い場所を走っているのかわかります。次に日本一海外の方々が集まるであろう踏切に参りました。鎌倉高校前1号踏切と呼ばれ、スラムダンクのアニメ版オープニングでこの踏切が登場し、海外の方々にも有名となりました。踏切を通過する江ノ電を見たので、鎌倉高校前駅から江ノ島駅に向かいます。駅からの眺めですが、この景色なら何時間でも待てる気がします。約10分待って江ノ島駅行きの電車が来ましたので乗っていきます。今度は線形電車がやってきました。江ノ島駅に着きまして、早速江ノ島に向かって歩いていきます。江ノ島に向かう道沿いにはカフェや魚介料理を中心とした飲食店が軒を連ねております。商店街の道を進み、国道134号の下を通る地下道を進むと、目の前に江ノ島が見えてきました。歩行者専用の江ノ島弁天橋で海の上を渡っていきます。橋は約400メートルあるので、歩くのが厳しい方はバスか車の利用をお勧めいたします。聖堂で作成された江ノ島神社の鳥居をくぐると商店街が広がります。お土産はもちろん海鮮丼や饅頭などの飲食店も多く、歩いているだけで食欲をそそられます。商店街から脇道にそれて少し海岸に寄っていこうと思います。少し進むと海が見えてきて、さらに奥に進むと海岸に出てきました。西浦漁港と呼ばれており、天気が良いと目の前に富士山がきれいに見えます。ただこの日はあいにく富士山付近にちょうど雲がかかっており、富士山を見ることができませんでした。商店街に戻ってきました。タコせんべいで有名な朝日本店がありました。タコせんべいの他にもエビせんべいやしらすせんべいがあります。
鉄板の中にタコを入れて鉄板で挟みます。約1トンのプレスをかけ約2分間挟むとせんべいが完成します。手の大きさと比較するとせんべいの大きさがよくわかります。せんべいはサクサクでほんのりタコの風味がします。タコの部分を食べると風味がより一層強く感じられます。せんべいが大きいので途中で折れて下に落ちないように注意が必要です。お腹が満たされたところで江ノ島神社に登っていきます。江ノ島神社は高低差の激しい江ノ島の各所に御社殿があります。そのため島の至るところにエスカレーターが用意されております。今回はすべて階段を使って巡りたいと思います。こちらの門は随神門と呼ばれ、竜宮城を模して作られたものとされています。手水屋で体を清めていきます。体も清め、長い階段を上りきると、まずはじめにへつ宮があります。花月姫の御事をお祭りしており、神社でのご祈祷は主にこちらで行われます。御朱印もこのエリアにあります。おみくじもたくさん紐に結びつけられております。こちらは金運パワースポットの銭洗白龍王です。小銭を池の水で洗うとご利益があるとされております。池の前にザルが置かれているので、その中に小銭を入れて洗います。目の前にお賽銭入れがあるので、小銭を投げて入れます。入りませんでした。次に中津宮に向けて歩いていきます。中津宮まで高低差があるので、ここにもエスカレーターがあります。中津宮に着きました。中津宮には一騎手の姫の御事が祀られており、朱色が鮮明な社殿が印象的です。恋愛成就の絵馬もたくさん結びつけられております。江ノ島の頂上部に向かいます。最後のエスカレーターもあります。江ノ島の頂上部に着きました。そのまま江ノ島サムエル・コッキング園に向かいます。江ノ島サムエル・コッキング園では植物園の他に夜にイベントを行っていることが多いです。今回訪れた10月中旬にはキャンドルのイベントが開催されています。次に江ノ島シーキャンドルに来ました。江ノ島の頂上部にあり、湘南や太平洋を一望することができます。屋外展望フロアに行ってみます。天気もよく遠く地平線まで見ることができます。反対側も鎌倉や湘南の街並みがよく見え、とても綺麗です。ちなみに塔の高さは約50メートル、海抜約100メートルの地点であり、なかなか恐怖を感じます。ベンチがあるのでゆっくり景色を楽しむことができます。左用の階段があるので階段で降りていきます。周りに壁もなく階段が宙に浮いた状態で非常に怖いです。下手な絶叫マシンより怖いです。ただ非常に開放的で景色は最高です。下を見ると恐怖を感じる高さです。
高所恐怖症の私には手すりにつかまり遠くを見て歩くのが精一杯です。どうにか下まで降りてきました。江ノ島シーキャンドルは灯台の役割もあります。2003年に今の姿にリニューアルされ、現在に至ります。さて、シーキャンドルを後にして江ノ島の奥にある奥津宮に向かいます。途中に山二つという大きな海食堂の天井部分が陥没した跡があります。太古から形成されてきた地層がよく見えます。建物も断崖絶壁にうまく建てられています。約5分歩いて奥津宮に到着しました。奥津宮には田切姫の御事が祀られています。奥津宮の隣には和田津宮があり、1993年、岩屋本宮の真上にあたるところに建てられたお宮です。竜の像が印象的です。龍蓮の鐘という観光地によくある恋人の聖地もあります。江ノ島の一番奥にある海岸、稚児ヶ淵に向かいます。今まで登ってきた分、一気に下っていきます。稚児ヶ淵に着きました。景色の奥には伊豆半島がよく見えます。潮が引いている時間帯で岩場に降りることができました。昼頃で潮が引いており、波も穏やかな時に岩場に降りることができます。岩場の水たまりには小さい魚がたくさん泳いでいました。おそらく潮が引いた際に取り残されたのでしょう。太平洋や岩屋の崖がよく見え、非常に素敵な場所です。夕日が沈む時間帯に来るのが一番おすすめできます。船で江ノ島の入り口まで戻ろうとしましたが、現金を持ち合わせておらず、歩いて戻ることにいたしました。戻る際は急な上り階段が待ち受けております。階段を上り疲れたので、お店で一休みいたします。こちらは中村屋羊羹店というお店で、羊羹、焼き菓子やまんじゅうが有名です。今回は店頭で販売されているまんじゅうをいただきます。中のあんも程よく甘く、疲れた体に染み渡ります。帰りは違う道から帰りたいと思います。建物の間を抜けると、草木が生い茂る道に出ました。江ノ島の自然を感じることができます。木々が夕日に照らされて非常に幻想的です。歩き進むと階段を上り始める鳥居の横に出ます。時間も夕方になり、日が落ちてきました。夕日と海のコントラストが素敵です。鎌倉、江ノ島にはたくさんの素晴らしい場所があるので、1日あるいは数日かけて巡ってみてはいかがでしょうか。今回もご視聴いただきありがとうございました。